はい、どうもどうも。今回はね、パラウォーターをね、扱います。以前にも一度ね、パラウォーター扱ってます。私の好きな時計ですっていうことで。ただね、その動画の中でデラックスの綴りが違ったりとか、あと、エースを紹介する画像のところで間違ってデラックスが出てたりとかね、いろいろ動画の中でミスがあったので、自分の中ですごいなんかちょっと悔しい気持ちがあったので、それでね、今回動画でパラウォーターをご紹介して、皆さんにね、良さを伝えたいなと思ってます。以前の動画を作った後に、その2ヶ月後ぐらいにですね、アジア限定でパラウォーターが復刻してるんですよね。おそらく日本では扱われてない、出回ってないモデルなので、知ってる方も少ないんじゃないかなと思うんですけど、こういう感じです。結構デザインがね、当時のものをこう再現するようなデザインになってて、雰囲気もね、すごくいいんですよね。ただ、ちょっとね、大きくて、ケース径が41ミリっていう感じなんですよね。そこだけちょっともったいないなっていう、これ38ミリから40ミリの間で出したらもっと良かったんじゃないかなって思うんですけど、そこはね、海外モデルなんで仕方がないですね。それでケースとかもね、いろいろ考えられてて、この黒潮64っていう名前で復刻されてるんですけど、太平洋横断キャンペーンですね。黄色の V にパラウォーターを入れて、実験をしたっていう逸話があるんですけど、そのエピソードに基づいて腕時計が入ってるケース、これがね V をモチーフにしたものなんですよね。そういう感じでちょっといろいろ考えられてて面白いモデルになってます。早速なんですけどね、パラウォーターをね、それぞれのモデル見ていきたいと思います。で最初はね、やはりこの 12G1 にパラウォーターと入ってるデラックスのモデルですね。でこれはかなり初期のモデルなので、6G1 に星マークがついてて、でさらにパラウォーター 12G1 のパラウォーターの文字もアプライドになってるんですね。他の後になって出てきたモデルとかは、プリントのモデル、こういう感じでなってたりするんですけど、この星がついてるのとパラウォーターの文字がね浮いてるっていうのは結構珍しいタイプです。でやはりこのアワーマークがこう力強くてね、すごいスポーツ感があって、でそれからこうベゼルが太くてこう全体的なかっこよさっていうのがねすごいありますよね。さらにこの時期には珍しい黒文字盤もこのパラウォーターにはあって、こういう感じで、いろんなね、タイプがあるんで、これだけじゃないんですけど、夜光がね、こう、点々点々点とこうね、入ってて、さらに、かっこいい感じ、スポーティーな感じになってます。パラウォーターは1959年に登場して、ずっとね、作られてたんですけど、こういう文字盤のデザインのものは、1962年頃までですね。その後は、こういうタイプがなくなっていって、63年以降は結構次世代のパラウォーターモデルがよく作られてます。1960年っていうね、今から60年ぐらい前のね、腕時計なんですけど、なんか古臭い感じは一切なくてね、むしろこうスポーティーで、ちょっとシャレっ気も入ってて、なんかそのあたりのバランスがね、すごいいいなと思います。それで、前回の動画でも言いましたけど、このケースですね、このパラウォーターのケースはフランジ式っていうタイプのものです。細かくはね、前の動画見てもらったらいいんですけど、ちょっとね、分解したジャンク品があるので、ちょっとそれをね、見てもらいたいなと思います。裏蓋を開けると、ムーブメントはこんな感じです。それで、この部分がパッキンですね。これで防水性を高めてた形です。そしてちょっと逆、を向けてですね、表の方を、向けると、こういう感じになってます。で、これも、ベゼルを外すと、こういう感じになってます。で、周りにね、パッキンが使われてます。平たいパッキンがこう使われてて、水の侵入を防いでたわけですね。で、それで、この風防とベゼルなんですけど、縁のところにね、すごくこう、ある、風防ですよね、これは。で、この部分を、このベゼルで、この太いベゼルでグッと押さえることで、防水性を維持してたっていう、作りになってます。で、ドーム型の風防と、このベゼルのね、山型のベゼルが、すごいね、私は大好きで、こう斜め向けた時のね、このラインもすごい綺麗だなと思います。ただ、この縁のあるね、パラウォーター用の風防っていうのは今なかなかねないみたいで、オーバーホールしてもらったこちらの時計なんですけど、風防がねちょっとパーツが純正のがなかったので汎用のものになってます。で同じドーム型って言ってもこう横から見るとこう違いがありますよね。
で、純正の方はね、綺麗にドーム型になってるんですけど、汎用のパーツを使った方は、こういう感じでね、一番縁のところでバッと立ち上がって、それが中央に向かってこう、まとまっていくみたいな形になってて、同じドーム型風防って言ってもこういう、まあちょっと違いがあって、まあ純正の方がね、本当はいいんですけど、なかなか手に入らないので、ちょっとその部分はしょうがない部分です。で、次はね、こちらはもう売り2つなんですけど、シチズンのエースですね。そのエースのパラウォーターモデルです。で、デラックスは私持ってるんですけど、こう裏見てもらったらね、こうわかるんですけど、もう全部消えちゃってて、製造番号しか残ってないんですよね。うん。で、それに対してエースはね、こういう感じで、まあ、この裏蓋のね、これ本当に彫りが薄くてすぐ消えちゃうんですけど、このエースについては裏蓋の彫りがね、はっきりしてるものが手に入りました。こういう感じですね。うん。で、デラックスもまあいろいろ種類あるんですけど、エースの方がね、もっと種類があって、まあ、文字盤、黒文字盤のものもありますし、ディスカスっていうね、人気のモデルもあります。当時の若者向けのモデルだったので、まあその部分はね、こうデザインに多様性を持たせて、こう若者に受けるようなものを目指したんじゃないかなと思います。で、このエースもね、フランジ式で、まあ見てもらったらこう、同じなんでわかると思うんですけど、やっぱりこのケースのね、このデザインがやっぱりかっこいいですよね。味わい深いなと思います。次がね、ホーマーです。今までのね、フランジ式の、デラックスとかエースに比べてシンプルなケースデザインで、まあなんかちょっと今っぽい感じもしますよね。それで、まあこういうホーマーあるんですけど、若干ね、ケース径が大きくて、デラックスとエースは35ミリぐらいですね、ケース径が。で、こちらのホーマーについては37ミリあるんですね。たった2ミリの差なんですけど、こう腕につけた時のね、こう乗せた時の感じが全然違って、サイズ感もね、このホーマーに関しては現代っぽい感じがします。そしてこちらはジェットとオートデータですね。オートデータっていうのはジェットの日付付きモデルのことです。で、ジェットって聞いてね、パッと思いつく人は多分、シチズンのアンティーク詳しい人だと思うんですけど、まあ、ほとんどの方はね、ご存知ないと思うので一応紹介しておきます。シチズンの初期のね、自動巻きはジェットっていうシリーズで出てたんです。このジェットっていうのがなかなか面白い仕組みになっているので、ちょっとね、ご紹介しておきたいと思います。今出してるのは左側がジェットの、ムーブメント。右側が通常の、まあ通常というか成功のこれ5に使われてる 7S っていうムーブメントですね。で、両方とも自動巻き式なのでローターがついてるんですけど、全然違いますよね。ジェットのローターを動かすと、こういう感じで回ります。左下の、歯車がこう周囲を回るローターと接触してて、そこがね、回ってゼンマイを巻き上げる仕組みになってます。で、一方、7S の方はこんな感じで回ります。まあ、これはね、例えで成功の 7S を使ってるんですけど、まあ、一般的な自動巻きの今、ローターって言ったらこういう仕組みになってます。それに対して、このジェットローターっていうのはちょっとね、特殊ですよね。今はもう使われなくなった自動巻きの機構です。で、なんでね、まあ、ジェットって呼ばれてるかって言ったら、こう振った時に音がするんですね。ギュルン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 って。まあ、今でも肩巻きの自動巻きは結構ギュルンギュルン音がしたりとか、まあ、するんですけど、この両巻きでギュルンギュルン音がするっていうのはまあ珍しいですよね。まあ、これは構造上のものだと思うんですけど、でこのジェットローターが回ってギュルンギュルンなる音ですよね。まあ、そんなにねうるさいほどじゃないんですけど、なります。でこれがまあジェット機を想像させるので、まあ、ジェットローター、ジェットっていう名前が付けられたみたいですね。それでパラウォーター、パラウォーターっていうと、基本的にはね、こちらのデラックスのパラウォーターのことを指すことが多いです。なので、太平洋横断キャンペーンで使われたのも、こちらの手巻きの方かなってね、思ってる人いるかもしれないんですけど、V に乗せてね、波に揺られて時計を動かし続けるために、手巻きではなくてね、実は自動巻き、こちらのオートデータの方がね、実際は使われました。このオートデータが V に乗せられて波でこう動くことでこのジェットローターが回ってでそれで時計が動き続けるっていう、まあ、そういう形ですね。シズンのジェットはシズンのねアンティークって成功に比べてそこまでね実は人気がないんですよね。その中でもねジェットはやっぱりこういう独特の機構を備えているので
シチズンのアンティークの中でも比較的人気のモデルになってます。こういう感じでいろいろとね、防水のパラウォーターっていうモデルがあります。で、全部パラウォーター仕様でパラウォーターって呼ばれるんですけど、この元々のデラックスが一番ね、ザ・パラウォーターっていう感じのモデルです。で、他のモデルもパラウォーターなんですけど、エースパラウォーターとか、ホーマーのパラウォーターとか、ジェットのパラウォーターみたいな感じで、呼ばれたりしますね。パラウォーターっていうのは当時にあって完全防水時計って言われてた、今で言うと日常生活防水、4気圧防水相当ぐらいの、性能だったみたいです。で、今ではね、もうさすがに水の中につけるのはもう無理な完全非防水ですね、むしろ。当時のね、ブレスモデル、ステンレスのね、ブレスがついてたりするんですけど、純正のブレスっていうのはね、なかなか残ってないんですよね。なので、こういう感じで私も革をね、つけて使ってます。で、このパラウォーターにつけてる革ですね。これの革ベルトの革素材には結構こだわってて、多分珍しいと思うんですけど、これベロアなんですよね、肝。スエードっていう、ちょっとね、革そこまで詳しくないんで、どこでどう切り替わるかわからないですけど、ベロアとかスエードって言われてる素材が、この革ベルトには使われてます。で、これはね、受け売りなんですけど、もともとね、この肝っていうのは、ヨーロッパの方のね、方で狩りをするときに、狩猟をするときに貴族が、マントみたいな形でこの肝素材を使ったマントとか靴とかも含めてそれを装着して、水が降ってきますよね。雨とかが降ってきたときにその水滴をね、この肝が弾くんですよね。パッパッパッと。なので肝っていうのは川に詳しい人以外ではほとんど知られてないですけど、もともとね、水気に対して使われる革素材だったわけです。こういうベロアとかスエードっていうのは。だからこう防水時計とね、すごい相性がいいわけですよね。同じ、水気に対してね、耐性を持ってるっていう意味ではすごい組み合わせ的には良くて、でそれを知ってか知らずか合わせてみた時にね、すごいかっこよく見えるんですよね。やっぱりこう力強いケースのデザイン、文字盤のデザイン、それに対して革ベルトが弱すぎたらちょっとねアンバランスに見えるんですけど、それはそれでかっこよく見えたりもすると思うんですけど、ケース、文字盤、腕時計の本体のデザインに負けないような力強いね革ベルトになってます。ダイバーズウォッチにね、例えば革ってどうなのかっていうのは、議論はいろいろね、あると思うんですけど、古いダイバーズウォッチとかにね、こういう紐を合わせてもかっこいいです。やっぱりダイバーズも同じようにね、こう力強いデザインになってる中で、それに対して普通のストラップとかだったら、ちょっと力強さがこう損なわれるというか、アンバランスになってしまうところを、ベロアだったりスエードの革ベルトをつけたら、そのこう力強さっていうのがね、すごいマッチして、いい感じになるんですよね。で、こういう起毛素材のね、革ベルトってなかなかないので、これもね、セミオーダーでね、安く作ってくれるところを見つけて、私作ってもらいました。なかなかね、探さないと見つからないんですけど、もしね、皆さんも、こういうアンティークとかの防水時計とか、ダイバーズウォッチの革選びで困ったら、ちょっと一度試してみてください。きっとね、かっこいい見た目になると思います。今回はね、ちょっと駆け足でしたけど、パラウォーターのね、良さっていうのをちょっと伝える動画を補足的に作ってみました。アナザーストーリーの第2回っていうことで、本編はよ作れよっていう話なんですけど、なんかね、こう気軽に作れる方についつい行ってしまって、またね、本編は、様子見て作りますので、皆さんね、また次の動画でお会いしましょう。